トイボールファクトリーです。今回は HG メイレス剣舞をテッカテカに塗装していきます。今回はキャンディーレッドやゴールド塗装などをこれまでとは違った色を目指して作っていきます。箱はこんな感じ。HG メイレス剣舞は2021年10月に発売された最新キットで、同時期から放送されている境界戦記に登場する主役であるシーバ・アモーが登場するアメインです。境界戦記に登場する機体は工業デザイナーである奥山清行氏を中心にデザインされていて話題になっています。それでは作っていきましょう。ということで皆様、境界戦記はご覧になっていますか？日本は他国に占領され分割統治。主人公がいきなり初回からテロリストにされてしまうというなかなかハードな展開にドキドキしております。めっちゃ怖い。素敵なお姉さんにテロリストにならないかと勧誘されたりもして、違った意味でもドキドキしてしまいますが、日本を取り戻しテロリストではなくレジスタンスになれるのか、さらに AI バディモノという側面もあり、今後の展開が楽しみです。境界戦記に登場するメカは工業デザイナー奥山清行氏を中心にデザインされていて、肩持ちの関節や取り足などガンダムなどこれまでのキャラクターロボットデザインとは一味違った雰囲気になっています。ガンダムなど人型を模したデザインのロボットは人型を維持するため工業的デザインから考えるとかなり無理をしたデザインになっていることがありますが、この剣舞はとても組みやすく、実際のロボットだったらこういう風に整備しやすい構成になっているんだろうなと思わせてくれるデザインになっていて、その合理性にうなる部分が多いです。さらに対象年齢15歳以上のキットということもあり、パーツがどれもシャープでかっこいいです。なんかトラクターっぽい。部分に工業機械っぽさを感じるんですよね。どこかで見たことがあるというか、そういった現実との地続き感も面白いデザインですね。色分けは結構頑張ってるんですが、肩や太もも、リアスカートなどの一部がシールでの色分けになっているのがちょっと残念。面積が大きいところなので、ここは頑張ってほしかったかな。とはいえ合わせ目もほとんどなく、ポリキャップも使用していないので塗装はかなりしやすいキットだと思います。頭部の色分けは完璧。複雑なパーツ構成ですが見た目に反して組みやすいです。そしてなぜかセンサーがめっちゃキラキラするんですよ。スワロフスキーみたい。どうなってんの？本体とは別に3話から登場する 60mm 蛍光機関砲と超熱新式戦闘直投、さらに2話で登場した盾付き短剣と未完成状態を再現する肩パーツが付属し、さらに武装を強化するウェポンラックも付属しています。今回は完成状態の剣舞を製作するので、未完成状態の肩パーツは仮組みするだけにしておきます。それではパーツが一通り組み上がったので、並べて全体を組み上げていきます。人型なので全体を組み上げるときはガンダムと変わらないですね。ポリキャップを使っていないので関節部に独特の渋みがあります。モビルスーツでありがちな銃のストックが腕に当たる問題が完璧に解消されています。えぐれてればよかったんだ。そして仮組み完成。目が光ってる。ズームアウト。長い手足とコンパクトな腰。パイロットを搭載するために大きくなっている胸部との対比がかっこいい。腰の位置が高いですね。ギリギリ未来のテクノロジーならなんとか作れるんじゃないのと思わせてくれるデザインです。肩を未完成状態にしてみました。思ったより印象は変わりませんね。可動範囲は見た目通りほぼ人間を超えているんですが、それよりも驚きなのがめちゃくちゃポーズが決まるんですよ。銃を構えるだけでもケレン味たっぷり。巣立ちの時はそれほどでもないんですが、ちょっとポーズをつけるだけでドラマチックになってめちゃめちゃかっこいい。
アニメの劇中でも動き出した瞬間に躍動感が溢れ出してたまらないです。手足が外側へ向かって飛び出すようなリボルテック山口にも似た躍動感があります。あと目が鋭くて印象的なので表情が決まる感じがあります。足首の可動範囲も広く、設置性も高いのでどんなポーズも力強く決まりますね。めっちゃかっこいいな。モビルスーツはすだちが一番かっこいいと思っている僕ですが、この剣舞は動かした方が圧倒的にかっこいいですね。境界戦記に登場するアメインは動かしてかっこよくなるようデザインされているのかもしれませんね。めっちゃ広いかなポーズ。なんかずっといじっちゃうな。楽しいなこれ。いやーかっこいい。このまま無限にいじっていたいですが、キリがないのでバラして塗装前の処理を行っていきましょう。リアルロボットの元祖は誰？ガンダムさんです。プラモデルを発展させたのはガンダムさんです。アニメ化の予算は誰のおかげなの？ドラゴンボール。このパーツ、太もも内側のパーツなんですが、ここに謎のポッチが。このポッチを造形するためにここにパーティングラインができてしまっていまいちだったので、丸ごと削り落とすことにしました。ここはシンプルな方が好きかな。下村アレックのぐるぐるバーで平面ダッシュを兼ねて削って、これでシンプルになりました。ぐるぐるバーなどの金属ヤスリはパーツに傷をつけやすいので、それを消すために400番のマジックヤスリからヤスリをかけていきます。ヤスリをどれくらいかければいいのかわからないという質問をいただきました。確かに分かりづらい。僕もまだヤスリ書きはよく分かってないですが、ヤスリをかけている時に抵抗感が薄くなったら次の番手に進むようにしています。また縦横とヤスリをかける方向を変えてまんべんなくヤスリがかかるようにしています。そしてフィニッシュプレートで磨いて傷がないか確認。傷があればその傷に見合った番手のヤスリからやり直しです。こういう細いところのゲート処理は傷が目立たないので、シャインブレード6で削るだけでも十分だと思います。手を抜けるところがあるならできるだけ抜きたい。見えないところは頑張らない。楽していきたいトイボールファクトリーでございます。はい、こちらは型のパーツ。このキット唯一の合わせ目が見える箇所です。上部にもありますね。これをうまいことごまかしていきたい。まずはアートナイフで線をつけます。合わせ目側と同様にまっすぐの筋彫りにしてごまかしてしまおうという考えです。アートナイフでまっすぐの傷をつけて、さらにエッチングのこぎりで筋彫りを深くして、 BMC 高値で毛がいて筋彫りをしていきます。表面をヤスリがけしてささくれを除去。これで合わせ目が気にならなくなりました。この葉を隠すなら森の中。それでは楽しい塗装の時間です。まずは EX ブラックでフレームや武装の下地を塗装していきます。こちらはコクピットブロック。下地が濃いグレーなので塗り残しがあっても目立ちにくいので、ごまごまとしたパーツもつけたまま一度に塗装してしまいます。ズボラーン。続いては赤い外装パーツ。クリーニングブラシでホコリと静電気を除去して塗装開始。角張ったパーツなのでエッジにたまりを作らないように考えながら塗装しています。塗りすぎず乾きすぎずの塩梅が難しい。続いてはバーチャロンカラーのローズディープレッド。初登場の濃い赤色ですね。黄色のパーツはいつも黒下地の上にスターブライトゴールドを重ねていますが、今回は赤色を選んでみることにしました。続いてはメタルカラーアイアン。フレーム系のパーツの一部をグレー系のメタルカラーアイアンにしてみました。ティッシュなどで磨くと鈍い光沢が出るお気に入り塗料です。続いてはガンメタル。黒光りするメタリック塗料でメタルカラーアイアンとの色の違いを出すことで素材の違いなど情報量を増やしています。そしてスターブライトゴールド。先ほどローズディープレッドを塗装した黄色のパーツに上塗りしていきます。いつもの金色と違いがわかるかな？単体だとよくわからないですね。それでは黒下地の金色も用意してみましょう。比較してみれば違いがわかるはず。
左の方がローズディープレッドを下地にしたもので、赤みがあって華やかな感じがしますね。右は黒下地で冷たい感じがします。それでは冷たいゴールドにクリアレッドを重ねていきましょう。金下地のキャンディーレッドにしていきます。角張ったパーツなので、たまりを作らずに塗装するのがめちゃめちゃ難しいので、乾燥を挟みながら少しずつ塗り重ねていきます。各面を一度ずつ塗ったら次のパーツを塗装、乾燥を挟んでさらに塗装していきます。角張ったパーツはエッジにたまりができやすく、クリアカラーではその部分だけ色が濃くなってしまいます。エアブラシの風がエッジで巻き込まれて塗料が溜まったりもするので、とにかく神経を使いますね。まだまだ思い通りにはできません。いつもは下地にメタルレッドを使う少量キャンディー塗装で済ませているので、今回のようにクリアレッドを何回も重ねるのはめんどくさいですね。その甲斐あってなかなかいい色になってきました。さて、こちらは白装甲。これは何を塗装しているのか。グレーではなくスターブライトシルバーを塗装しています。アニメ劇中に登場する剣舞は、撮影処理によって下地の金属が透けているような独特の質感になっていました。その質感を表現すべく下地にスターブライトシルバーを塗装してみました。普段なら黒下地の上にスターブライトシルバーを塗装していますが、それだと剣舞には暗すぎるかなと思ったので、直接スターブライトシルバーを塗装し、さらにニュートラルグレー1と EX ホワイトを薄く塗装して下地が透けているような塗装にしてみました。そしてこの質感になりました。白装甲は半ツヤで、赤装甲はギラギラのゴールドレッドキャンディー。今回はクリアコートは行いませんでした。ツヤの違いが面白いです。しかしこのままではちょっと寂しい。謎のアナモールドがあるのでディティールアップをしていきます。ジレップゲートレスエッジングパーツを使ってディティールアップしちゃいましょう。台紙からエッジングパーツを剥がして、このパーツを剥がすときにパーツをなくしちゃうんですが、どうしたらいいですかね。水性接着剤のデコプリンセスを爪楊枝にちょっとつけて、エッジングパーツをつけたいところにちょんちょんと接着剤をつけて、老眼には厳しいサイズのエッジングパーツを取り付けて、綺麗な爪楊枝で位置を微調整して完了。機関砲もちょっと寂しかったので、センサーっぽくスワロフスキーを貼り付けてみました。それでは下出るカラーで部分塗装を行っていきます。まずはリトリビューターアーマーから。下出るカラーは名前が分かりづらいですが、いわゆる金色ですね。シールでの色分け部分を塗装します。前回の黒塗りドムへのコメントありがとうございました。おさらい会ということでじっくりご覧になった方も多かったようで、なぜか動画の最後の再生頻度が 216% でした。お気に召しましたか？コメントではじゃんけんマンがお気に召した方も多かったですね。年がバレますね。他にも金属みたいで重そうというコメントも。実際塗料のせいか重く感じるんですよ。どんだけ塗ってるんだ。他には黒光りしてなんと惜しいというコメント。なぜかバンされてしまいそうな雰囲気のあるコメントですね。ありがとうございます。配色を気に入ってくれたという方も多く嬉しいです。メッサーや薬でも黒塗装だったんですが、それとはまた違った感じになるようにドムの武骨さを表現できたらなぁとかなり悩んで塗装していたので、やった甲斐があります。ありがとうございます。真の黒い3連星ですねというコメントも。そうなのよ。後から黒いザクに乗っていたから黒い3連星という通り名だったと言われても、ドムも黒くしといてよと思っちゃいますよね。ちょっと気になったのが、匠の技すぎて真似できる気がしないとか、自分にはできそうにないというコメント。そうでもないんですよ。チャンネルページのトップにあるバナーのサザビーは、僕が初めて全塗装したガンプラでめっちゃテッカテカになっています。素人がいきなりそんなことできるかと思われるんですが、3ヶ月半もの間地獄のようなやすりがけと塗装とホコリの除去を無限に繰り返すとできちゃうんですよ。これができるまでやればできるという無謀な心を持つとなんとかなるものです。もちろんエアブラシの技術を学ぶため、いろんな書籍を買って読んで試して自分で再現できる方法を探ってなんとか完成させられました。
めちゃくちゃ大変だったけどやってよかった。ちなみにその反動でできるだけ短期間でそれを超える光沢を得ようと四苦八苦している記録がこのチャンネルの動画群です。以前に比べればかなり手数を減らして光沢を得られるようになってきました。以前の手法、例えばオリジンガンダムの回を見るととんでもない手間がかかっていてよくやってたなという感じです。現在は動画などノウハウが多い時代になっているので、いきなり早く少ない手数で作るのは難易度高いとは思いますが、作り始めてみないとできるかできないかもわからないので、やってみたいと思ったら挑戦してみるのも楽しいですよ。エアブラシでテッカテカの光沢塗装をしたいなと思ったら参考になるチャンネルがあるんですよ。おじさんがいい声で軽妙トークを繰り広げながら延々とテカテカ塗装し続けている狂気のチャンネルがあるんですよ。頭おかしいのかなと思うんですが、参考になるらしいんで見てみるのもありかもしれませんよ。誰も知らないかな。トイボールファクトリーっていうチャンネルなんですけど、鳥が鳴いてる。それではデカールを貼っていきましょう。今回もデカールのニス部分を剥がせる特別なデカール MYK デザインの明日のデカールを使用します。通常水転写デカールにはマーク部分を保護するためフィルム状のニスが貼られています。このニス部分の厚みが段差となってテカテカ塗装だと気になってしまっていたのですが、明日のデカールはこのニス部分を剥がすことができるのでテカテカ塗装にはもってこいのマテリアルですね。ガンプラのデカールもニスを剥がせるようにならないかな。デカールを貼り付けてしっかりと乾燥させたのでニスを剥がしていきましょう。取り出したのはマスキングテープ。粘着テープだったら何でもいいです。これを指に巻きつけて、明日のデカールのニス部分を剥がすとニス部分を処分しないといけなくなるわけですが、これをテープに貼り付けると散らばらなくて便利ですよ。ゴミをどこに捨てようかと悩まずに済むのでとてもおすすめです。小さなことなんですが、こういう小さなところを省力化できるとそれぞれの工程からストレスが減って楽しくなっていくんですよね。そしてフィルムを剥がすのめっちゃ気持ちいい。このままフィルムを剥がし続ける人生だったらいいのに、そんなことはな。シタデルカラーで塗ったところが剥がれてしまいました。僕は強い子なので泣かない。とりあえずフィルム剥がしを終わらせましょう。でっかいの剥がして、これで全て剥がし終わりました。あとはこのマスキングテープを捨てるだけでお片付けも完了。剥がれてしまったシタデルカラーはシタデルカラーを塗って直せばいいのです。シタデルカラーは隠蔽力が強いので後から塗り足してもあまり違いが分かりにくいので、こういうトラブルも大ごとにならなくていいですね。謎のスポンジホルダー、以前にも使いましたね。久しぶりの汚し塗装です。メラミンスポンジにリードベルチャーを少しつけてティッシュでできるだけ拭い取ってちょんづけ。装甲が何かにぶつかって塗装が剥げた状態を表現するチッピングウェザリング技法ですね。アニメ劇中の作画でも汚れている雰囲気もあったので、光沢に汚しという贅沢な技法をやってみました。塗料がつきすぎてしまった。でも綿棒で拭き取れば大丈夫。後からでもマジックリンを含ませた綿棒で拭き取れるので水性塗料での汚しは楽ですね。やり直しが効くというのはとても気が楽です。テカテカ塗装は塗装の積み重ねが肝なので、失敗するとかけた時間を無駄にしかねないので、水性塗料での部分塗装などは本当にいいですね。アニメ第2話では森の中を塗装するシーンがあったので、装甲が木々に擦れたりして塗装が剥げるんだろうななどと妄想しながら塗装して、これで汚し塗装終了ということで、全てのパーツが整いました。並べて組み立てていきましょう。そういえば正座をさせてしまったので、剣舞とオリジンガンダムとの大きさ比較をし忘れたんですが、剣舞は結構大きいです。マスターグレードよりは小さいですが HG よりは大きいので、2000円半ばのキットとしてはお買い得感があるかな。境界戦記のプラモデルのラインナップは敵役だけでなく
輸送装甲車や輸送用 V トールなど援護用の乗り物も含まれていて、バンダイの本気度が伝わってきます。72分の1スケールなので、ミリタリー系のプラモと合わせるのもありですね。剣舞もいろいろ追加武装がありそうな雰囲気なので、今後の展開が楽しみです。フライトユニットは出そうですよね。妄想がはかどります。ということで、これで完成。今回はクリアコートを行わず汚し塗装までするといういつもと違う感じでしたが、思ったよりうまくはまったなという気がします。工業的な白装甲とギラギラのゴールドレッドキャンディ、気品を感じるレッドゴールドなど、なかなか良い挑戦ができました。どんなアプローチの塗装でもうまく応えてくれる剣舞のデザイン性の高さのおかげですね。いや、しかし本当にかっこいいな、これは。久々のシンプルな主役機で盛り上がってしまいます。アニメの今後の展開も楽しみだな。ということで、今回は HG メイレス剣舞をテッカテカに塗装しました。工業的アプローチでデザインされた剣舞は説得力のあるスタイルで組みやすく、アクションも映えるキットで驚きました。完全新規のオリジナルアニメーションである境界戦記、これからどんな展開になるのか楽しみですね。かっちょいいアメインが出てきたらまた作ってみたいです。ということで HG メイレス剣舞のテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。いやー、かっこいいね。顔がかっこいいよ。イケメン。